大家が警戒して見てる。手をつかまれて驚いた。隅で大家がこっそり。何かあったのと聞いた。浮気調査かと称。外で誰かに絡まれた。大家が心配そうに。最近おかしな人が。黒服のやつが部屋に。眉を潜めて考えた。前に移りが来た件。今日も写真で聞いてる。借金かと大家が。あたりを見て聞いた。写真だと驚いた。考えても変だな。知り合いしか来ない。聞いても名乗らない。みんな仲良しだから。続けてきてるから気をつけて。何かあったら言え。大家がうなずいた。真剣な顔で見た。翔の評判はいい。若いけど真面目だ。翔は微笑んだ。子供の頃から仲良し。一緒に踊ってる。誰も娘を紹介しない。孫も紹介しない。いいやつだが運が悪い。つまり貧乏だ。大丈夫と礼を言った。ソファで考え込んだ。誰が写真で探してる。写りの関係者は知ってる。社長も来たのに。名前も知らないらしい。写りは一人で帰宅。広い部屋が妙に寂しい。何か足りない気がした。めったに来ない部屋。夜景が綺麗なのに。ワインを注いだ。どこにいる腹減った。今日のことを思い出して LINE。やめ方のテンプレ探し中。写りから連絡来た。完全無視した。返信が来ない。写りがイライラ。もう一度送った。もう帰ってこないの。逃げ道を作った。2回目でやっと開いた。何言ってんだ。俺が作ってやろうか。返事立とうとしたら。龍からビデオ電話即切り。すぐまたかかってきた。2回切ってもまだ。何回もメッセージ。入力中も表示されてる。もう無理風呂削除。消した方が勝ち。その時写りも電話。どこにいる死んだか。出たら怒鳴られた。夜中に何言ってんだ。20分で来い。寝るはもう無理。前に聞いた言葉を思い出した。胸がチクッとした。写りは真実を言っただけ。怒る資格ないけど同級生。思い過ごしかもな。彼女は自分中心。写りの話を切った。ブロックもした。電話切られて写りは。スマホを壁に投げた。翌朝起きたら。着信がたくさん。全部写りからだった。佐藤の家で乾杯。本当ムカつく。金持ちってみんなそう。佐藤も怒った。向こうは偉い人だ。うぬぼれバカばかり。死んだら同じ。でも佐藤は親友。翔は微笑んで流した。類は友を呼ぶ。写りの周りは金持ち。頭は悪そう。写りは特別。受け身の方だ。冗談見たことない。光るけど眩しくない。だらしないけど高嶺の花。結局金持ちって話。明日辞めるのか。佐藤が心配そうに。かがうなずいた。違約金怖くない。搾取が激しい。月2万で2日だけ。契約書を思い出した。巫女背前に言うルール。破産はしないだろ。向こうも金に困ってない。言ったのに聞かない。一般人は無理。佐藤が肩を叩いた。翔は苦笑いした。辞めるのはいいけど。ストレスで寿命縮む。誰が24時間やる。佐藤が慰めた。辞めたら何する。月2万はいい。翔はため息。写りの給料目当て。綺麗な顔も見れる。一石二鳥と思った。運がいいと思った。分不相応だ。プライド捨てられない。つまらない人生。佐藤と飲むくらい。ゲームと動画だけ。落ち込むな俺が養う。彼女もいないし。翔は感動した。テレビは他人の人生。幻想でしかなかった。エリートも見かけない。優しくて綺麗な娘。現実にはいない。苦楽を共にする友。裏切り者はたくさん。全部揃っちまった。そえつはどう思う。
佐藤が興味津々。翔は考えてうなずいた。俺のこと知ってる。一度しか会ってない。一緒にいると。気が楽だった。第一印象は良かった。佐藤が眉を潜めた。わかってるだろ。孤児だと言っただけ。彼女の話もした。一人で育った娘。だから会うと思う。佐藤が真剣に答えた。彼女探しに必死。恋愛に固い。万千がいなければ。夜の店では遊ぶ。否定しなかった。似た経験がある。親なしで育ったから。優しさが心地いい。移りより疎越の方が。現実的に感じた。嫌じゃなければ。明日また口を聞く。他に知ってること。他って何を？胸を指さした。迷惑はかけたくない。自重して笑った。万千の話はやめろ。気にしすぎだ。言いかけてやめた。白桂と長かった。酒を飲んだ。複雑な目で見た。佐藤が頬を叩いた。口が滑った。過去の話はいい。白桂がいない間。誰にも話せなかった。辛くて苦しかった。浮気されてほっとした。怒りも湧かない。救いだと思った。ネット恋愛でいい。会う必要なかった。匿名なら話し相手。優しく慰めてくれる。楽しませてくれる。マンション前に。白桂の車が止まってる。何日も経ったのに。王さんが PC 閉じた。白桂を見て言った。白桂は答えなかった。誰も知らないって。王さんが困った顔。ずっとここで待ってる。白桂は諦めない。絶対知ってると。踊ってる人見た。白桂が微笑んだ。仲良しなら教えるはず。わからないけどここに。白桂が首を振った。エクボが可愛い。もう帰らなきゃ。仕事の予定がある。王さんが額を撫でた。恋してるのは明らか。でもこんなに頑固とは。胸が痛んだ。夜に二人は屋台で飲んだ。よく来たな乾杯。自由になったな。平穏に暮らそう。ややこしい女遠ざけろ。翔が一瞬固まった。ここは生徒じゃない。秋になって涼しい。薄着の娘がいる。犬は服着て女は肌。隠すなら着るな。佐藤がブツブツ。でも目は見てる。綺麗な娘を追いかけた。目が炭火より熱い。見せたいんだよ。翔も前は同じ。でも最近美女になれた。写りはトップクラス。目が肥えた。毎回比べてしまう。写りが基準だから。他は妥協にしか見えない。興味が湧かない。前は一緒に採点した。身長から出産まで。翔は首を振った。審美眼が上がった。お前は偉いな。佐藤が睨んだ。もう一言言おうとした。知らない番号がかかってきた。誰だと佐藤が出た。不機嫌に出た。田中翔を出せと。佐藤が翔を見た。C の仕草。なんで俺に電話する？わかった伝える。ずっと隠れてろ。冷たく警告した。換気がした。写りが電話を切った。佐藤が驚いて翔を見た。どこで番号を知った？翔が肩をすくめた。隠せないだろう。透明人間みたい。その時遠くで騒ぎ。すごい音がして。派手な車が現れた。みんなが見つめた。黒服の警備員。車の前に並んだ。龍が車から降りた。怒って周りを見た。翔はすぐ気づいた。髪型が目立ちすぎ。金持ちは屋台でも派手。誘拐されると思ってる。佐藤が嫌な顔。4人の警備員見て。龍が見回してる。何かを探してる。あの女やばい。逃げるわ。偶然じゃない。キョロキョロしてる。誰かを探してる。逃げながら考えた。龍は遊び人。毎日酒ばかり。こんな場所に来るなんて。自慢したいだけ。
金持ちの自慢は日常。小待ちなさい。後ろから声がした。やばいと思った。誰が読んだんだ。病院の壁が崩れた。サプライズじゃない。驚きだけだ。先生に呼ばれた気分。道路に走った。タクシーを拾おうとした。黒い車が止まった。ドアが開いた。スーツの女が手を振った。振り返ると竜が来てる。迷ったけど乗った。車が走り出して安心。額の汗を拭いた。優しそうな女が微笑んだ。危なかったありがとう。相手は何も言わない。意味深に見つめてる。女詐欺師か。窓を刺して下ろせと。やっと見つけた。すべて計算通り。芝居が終わるの待ってた。自信満々で冷たい。知り合いですか。思い出せない。後ろから声がした。名前を伸ばされた。優しい声だけど。感情を抑えてた。その声にショーは驚いた。体が震えた。後ろに誰か座ってた。白いワンピースの娘。顔がすごく近い。白桂だった。息を飲んだ。頭が真っ白。無理に笑った。いい匂いがした。どちら様ですか。心の中で神に祈った。乗ったのは間違い。狼の巣から虎の穴。明日神社に行こう。厄年かもしれない。白桂が眉を潜めた。目が悲しそう。知らないのと。声が震えてた。あ、大スターだ。その目に見つめられて。興奮したふり。ファンの真似した。もっと熱狂しようとした。白桂はお見通し。微笑んで見つめてた。LINE 交換しよう。白桂がスマホ出した。ショーは固まった。くすっと笑った。QR コードを見せた。笑顔が固まった。どうしていいか。車は走り続けてる。白桂は待ってる。いつまでも見てる。頭が真っ白。何も思いつかない。ドアから飛び降りようか。窓から出ようか。どうしたと白桂が。白桂が笑った。鼻を触った。バレたかも。ビデオしたことない。写真も適当。捨て犬とか夕焼け。充電切れた。白桂が充電器出した。もう積んだ。LINE やるしかない。新しいの買ってくれる。運命を呪った。言い訳探してたら。スマホが鳴った。あの歌が流れた。恥ずかしすぎる。慌ててみたら佐藤。白桂の声。いい着信音だね。死にたい気分。トイレ詰まらせた気分。仕方なく電話に出た。どこ行ったバカ。後で話すと。あのアフロ知ってる。カフェの女だろ。名前呼んでたぞ。切ろうとしたら。切るよ後で。モテるんだね。切った瞬間。QR コード差し出した。大スターがそんなの。良くないですよ。白桂は笑ってた。何も言わなかった。こんな偶然ない。3回も会うなんて。できないのか怖いのか。見透かすような目。私が怖がることない。近くの顔見て。白桂が泣きそう。一言に2つの意味。ショーも動揺した。無理に聞かなくていい。王さんが助け舟。そうなのと白桂が。多分ねとショーが。声が震えてた。急ブレーキ。3人ともバランス崩した。スピードは遅かった。白桂が前に倒れた。ショーが反射的に。手を伸ばして支えた。腕に当たった。痛そうに頭を押さえた。大丈夫と王さんが。白桂の状態確認。白桂は大丈夫。でもショーが痛そう。右手の関節が痛い。大丈夫かと。ショーが痛そうな顔。何やってるのと。運転手が怒って降りた。赤い車が止まってた。後ろにも黒い車。挟まれた状態。黒服の男が出てきて。運転手が固まった。口ごもった。落ち着け君たちじゃない。映画の誘拐シーン。
白慶が何かあったら。なんだってと王さんが。私たちじゃないの。龍がドアの前に。さっきの運転手は怖がった。声も出なかった。ベテラン運転手。いろんな人見てきた。警備員は珍しくない。この娘は芸能人じゃない。なのに派手だ。スポーツカーも。資産家の娘だ。開けろと叩いた。すみません、迷惑かけました。このバカ女がまさか。車を止めるとは。今日逃げきれない。白慶も見られたら。結果を考えない。迷惑かけたくない。あの女は誰と。翔の手を掴んだ。目が潤んでた。泣きそうな顔。何かあったら言って。大丈夫ですと。翔が首を振った。白慶は止められた。翔を見つめてた。切ない目だった。翔も胸が痛んだ。ドアが開いたとき。男なら責任持て。恋愛は真剣に。ちゃんとしろよ。手が止まった。降りてこいと。ドアを開けた。翔と目が合った。1分くれ。龍は驚いたけど。電話番号を教えて。翔が振り返って。目が輝いた。うなずいてスマホ拾った。白い胸が見えた。翔はドキッとした。いいから言って。恥ずかしくてそらした。どうしてと白慶が。今度飯おごる。2年のネット恋愛。心の奥にあった。忘れようとしたけど。王さんの言葉が刺さった。自分のエゴだった。せめてさよならを。終わりにしよう。白慶はまだ粘った。翔の目が固い。言い過ぎごめん。大丈夫待てる。番号を言った。翔は保存した。ドアを開けて降りた。龍が中を見ようとした。翔がドアを閉めた。龍は気になったけど。もういいだろ。これくらいがいい。手をつかまれた。さっきの痛み。痛くて息を飲んだ。どうしたのと。おかげさま。自分で歩ける。車に向かった。白慶は見てた。目が曇った。あの女は誰？彼のこと知ってる。普通の人じゃない。さっきの女は関係ありそう。翔は普通じゃない。いくら知り合いでも。あのレベルの女は。若くて高級車。警備員もいる。複雑な気持ち。自分は芸能人だけ隠した。翔はどれだけ隠した。もういい、誠意ない。女に待たせるなんて。嫌な男だ。話を聞いて。最初は自覚があると。いいやつかと。責任感なかった。情けない男だ。でも電話の件で。待たせるなんて。許せない。番号欲しい人は列ができる。普通の人でも嫌だ。大女優ならなおさら。侮辱だよ。面接結果待ちか。ひどいわ。新入りの頃でさえ。あんなに卑屈じゃなかった。実家の影響もある。白慶の強さは知ってる。聞いてるの。ぼーっとしてる。王さんが怒った。かっこいいよね。何考えてるの？彼はそうじゃない。信じたくなかった。まだ彼をかばうの。バカね、探したのに。それなのにあの態度。王さんは不満。翔の態度最低。もう待てない。もう一日だけ待って。お願いと白慶が。本当無理だよ。もう遅刻だよ。電話待つつもり。イライラしてた。一日だけ待つよ。じゃないと間に合わない。白慶の顔見て。王さんが折れた。白慶は大喜び。スマホを抱きしめた。自分の額を触った。翔が守ってくれた。体が当たった。手は大丈夫かな。目が輝いてた。二人乗りの車。全然ワクワクしない。腕を揉みながら考えた。待てると彼女は言った。バレてたんだな。どうやってかわからない。声でバレたかも。歌手だから敏感だ。次長君に笑った。運命ってやつか。すれ違ってもまた会う。
鍋屋であった。借りがある。片付けてから話そう。なんでブロックした？ストーカーが悪い。いつストーカーした？ちょっと積極的。ストーカーじゃない。嫌な女に絡まれたら。どう思うと。翔が冷たく笑った。この世の中おかしい。女追いは積極的。怒ってた龍は。言葉に詰まった。自分だったら病院送り。もういいブロックで。自分で消化する。無理便秘だ。このバカ。怒ってハンドル切った。車が急旋回。遠心力で振られた。龍は平気な顔。バカかお前。心臓止まるかと。ビビった。金持ちなら勝手に死ね。知ってるなら怒らせるな。もう逃げ道ない。いつまで笑ってられる。アクセルを踏んだ。警備員も焦った。また始まった。泣きそうな顔。昔は笑えた。最近笑ってない。息が詰まる。腕が痛んだ。大丈夫と気づいた。ありがとう独女。お前のせいだ。どういう意味？どこに連れてく？女は奪うのは知ってる。男は奪うのは初めて。このアホの頭の中。何が入ってる？龍が固まった。考えてなかったの。心配でさと。病院に送る。マジ感謝する。泊まれ家に帰る。わかった送るよ。アクセル踏んだ。シートに押さえつけられた。慌ててシートベルト。赤信号だろ。逆走してる。道が逆なんだ。翔は真っ青。やっと落ち着いた。俺の家知ってるの？知ってるよ汚いし。うち来ていいよ。龍が期待した。翔が睨んだ。猫が宙返りできる。なんで知ってるの？ため息ついた。外を見て無視。どうする来るの？うんざりした。ゴキブリが待ってる。ペット飼ってないだろ。一緒にくれるよ。頭が痛い。よく育ったな。よく知ってるな。ほとんど会ってないのに。ずっと好きだった。翔は驚いて笑った。罰ゲームか。好きって言葉が軽い。移りがいたから我慢。追ってもいいだろ。しっかり知りたい。頭は悪いけど理屈は通る。ストレートで嫌じゃない。ごめんタイプじゃない。仲間も嫌だ。もうやめてくれ。色踊りじゃありすぎ。どれだけ探したか。龍が急に真剣。翔も気づいた。ちょっと質問。どうやって見つけた？誰が教えた？敵の敵は味方。東京は狭い。探すのは簡単。秘密が欲しければ。条件を飲め。鈴木大樹だろ。翔が先に言った。龍が驚いた。カフェの時から。誰かが見てた。真っ先に疑った。龍の顔で確信。どうして知ってるの？あいつ暇なんだよ。鈴木は表裏がある。移りが好きだから。俺が許せない。敵のかなって。恋敵も敵だ。ため息ついた。合わないから。方向が違う。もうやめてくれ。遊びだと思うの？本気だよ。長く知り合いたい。龍が真剣になった。二重人格か。そんな言葉は。娼婦と妹から出ない。そんなに驚くな。ずっと前から知ってた。落ち着いてた。いつもの感じじゃない。翔が驚いた。帰ってきたばかり。友達少なかった。目立たなかった。覚えてなくて当然。移りにべったり。目が離れなかった。寂しそうだった。ごめん覚えてない。翔は苦笑い。ギャップに驚いた。昔おとなしかったの。信じられない。モテたのは本当。金なくて自信ない。見た目も重視。ラブレター書いた。隣の席だった。預かってただけ。一通10円の手数料。週に100稼いでた。天才だと思った。彼女は見もしない。捨ててくれという。
移りは金のなる木。たまに読んだ。暇つぶしに。テンプレすぎた。違うあなたのラブレター。皆知ってるのか。移りは相手にしない。自分に来たのもあった。金と移りに夢中。興味がなかった。ラブレター編集した。コーラ飲んで書いた。移りを追いかけた。告白したやつ蹴った。指を折った。トラウマになった。手紙をゴミ箱に。どうして知ってるの？その手紙どこに？龍が冷静に見た。まさか持ってるの？移りと幼馴染。学校では秘密。そうじゃなきゃ転校しない。あなたのラブレター。ゴミ箱から拾った。そして彼女に渡した。目を見開いた。信じられない顔。身を引こうと思った。彼女は好きじゃない。彼女のこと知ってる。黙り込んだ。情報量多すぎ。国内外飛び回ってた。片思いのまま終わる。会社の評価した。何を見たと思う？何を見たんだ？だんだん嫌じゃなくなった。あなたの名前だよ。もう縁がないと思った。これが運命か。抑えてた気持ち。溢れ出した。ちょっと待って。移りは手紙見たのか。翔が頭を整理。でも受け取ってないと。私は渡した。覚えてる内容言う。幻想が砕けた。青い空白い雲。その言葉を聞いて。真っ赤になった。やめてくれと。もう信じた。ゴミ箱の手紙。本当に見たんだ。恥ずかしすぎる。戦時のラブレター。今思うと恥ずかしい。なぜ受け取ってないと。翔が恥ずかしさを抑えて聞いた。知らないよ。あの時もっと勇敢なら。転校しなければ。違う結果かも。目が輝いてた。翔は外を見た。高級車に人が集まった。知った顔もいた。ごめんありがとう。ドアを開けた。移りは50万。500万出す。契約書記書こう。涙をこらえた。よろけた。金持ちを呪った。金に興味ない。人間の言葉か。数字でしかない。500万あれば。一生遊んで暮らせる。ごめんもう疲れた。金持ちのおもちゃはごめんだ。貧乏でも心は楽。自分の手で稼ぎたい。道徳を捨てていい。こびている金はいらん。独り身には必要ない。500万より尊厳。50万で苦しんだ。500万ならどうなる？明日迎えに来る。後ろから声がした。何しに来るんだ？やめに行くんだろ。笑ってたけど涙。結構ですと。知った顔に見られながら。シャワー浴びて考えた。いろいろありすぎて疲れた。佐藤に電話した。愚痴を全部言った。すげえ人生だな。モテすぎだ。翔はため息。選択肢は何度もあった。間違ってばかり。なるようにしかならない。君はどう思う？知らねえよ。白慶は大金持ち。金持ちの味したい。龍もっと金持ち。試してもいい。博愛だ。頑張れよ。お前何やったんだ？殺人でも見たか？興味津々。ここにはいられない。お前に泊まる。白慶も住所知ってる。よくもやってくれたな。いつか話をつける。明日自分で行け。夜は残業だ。電話を切った。旅行動画を見た。外の世界に行きたい。メンタルやばい。部屋売って旅に出たい。パスポートも知らない。残高見て国内旅行。翌朝辞表印刷。高層ビルの前で深呼吸。会議室ピリピリ。移りが無言で腕組んだ。誰も息できない。報告者ビクビク。今日は機嫌悪い。誰も触れたくない。ただの社長じゃない。教授が小学校に来た感じ。その時携帯が震えた。静かな部屋で目立った。焦って切ろうとした。移りの視線が刺さった。見ると移りが睨んでた。
得利の表示。写りの表情が凍った。会議室が凍りついた。報告者言葉を失った。全員が柊を見た。柊は心の中で泣いた。長年秘書やってる。この目の意味わかる。すみません切ります。出ろと言った。よくも田中翔のやつ。ブロックして柊に電話。覚えてろ。立ち上がろうとした。押さえつけた。スピーカーにしろ。声がさらに冷たい。柊は従った。クソいるのと。みんなが驚いた。柊も映りを見た。今までで一番怖い。怒りが宿ってた。指が震えてた。みんなうつむいた。シーンとした部屋。翔の声だけ。どうしたと。やめに来た。あの女に会いたくない。暇なら飯おごるよ。翔は知らずに言った。柊の顔シンパを。みんな笑いこらえた。組むすごい。聞いていいのか。開き直ったな。指の震えが止まった。冷たい空気が広がった。近くの人が震えた。何も言えなかった。翔と写りの喧嘩だ。板挟みだ。仲直りさせないと。自分の立場なくなる。くそいません。辞職の連絡くてない。会社に来てください。人事に行ってください。柊が真面目に。劉部長焦った。同情の目を向けられた。わかった人事行く。タピオカ買おうか。冷静を保った。心の中で小呪った。結構です。写りが立ち上がった。圧倒的な存在感。柊はすぐ切った。これ以上言われたら。3回と写り。みんなほっとした。田中翔が来たら。わかってるな。プレッシャー感じた。京顔でうなずいた。バカじゃないから。やめさせたら首。写りが電話した。機械音声が流れた。机に叩きつけた。クソ男覚えてろ。人事部に入った。部長室に向かった。ノックして入った。慌てて立った。手どうしたと。湿布を指さした。お茶を入れながら。何かご用ですか。やめに来ました。辞表と名札を出した。辞職聞いてない。受け取らなかった。この紙は催命符。この名札は凶器。プロだからなだめた。辞めることない。給料相談できる。まだ働いて間もない。若いんだから冷静に。応募者は山ほど。でもこの人は違う。辞めさせられない。知らないふりした。給料の問題じゃない。サインしてください。かがうなずいた。冷静になれ。字決まったの。辞表を押し返した。翔は疑問に思った。いつもの冷たい人。違う人みたい。部署変えてもいい。辞める必要ない。社長室を見た。クレソウも貴重な人材。勤怠も免除。あなたと柊だけ。葛藤してた。サインすべきか。何もいらない。早くしてください。時間がないんだ。世話係なのに。勤怠も何も。裸族でもいいけど。違約金がある。訴える権利もある。帰ろうとした。笑顔を消した。冷たい顔に戻った。なんだって。金払えと。翔が怒った。巫女背前に言えば。待てるかと。眉を潜めた。写りに会いたくない。巫女背無理。違約金は。小さくないよ。巫女背待つか。金額はと翔。金で解決したい。50万もある。鈴木からももらった。違約金は小さい。でも法的責任。どういう意味。まともな会社だろ。契約が特殊なんだ。催促もあるから。探してくるから。